皆さんこんばんは。玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之が送る既存メディアと異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。今週はこれまでに2ヶ月の振り返りということで、シリーズスポーツは教えてくれるです。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今日はもう第3回目、スポーツは、教えてくれるのテーマでのスポーツ文化について喋りたいんですが、文化とはどういう意味でしょうか？私の肩書きはスポーツ文化評論家。はい、これは正直に言いますと、今73歳になりましたけれども、はい、私が64歳ぐらいの時かなに初めて名乗ったのがスポーツ文化評論家なんですよ。で、60歳の時、還暦ですよね。還暦の時に、それまでスポーツライターをずっと名乗ってたんですが、周りにもスポーツライターがすごく増えてきたんですよね。それで、私あんまり人と一緒なことをやるのが本当にね、嫌な性格やと思いますけども、何回言葉ないかなっていう時に、スポーツ文化評論家。これ、その前にね、スポーツ評論家にしたんですよ。というのは、還暦になって、スポーツをやっと評論できるようになったから、評論家って名乗ろうやと思って2年間ぐらいやりました。その後に、スポーツ文化評論家の方がいいっていうふうに自分で決めたんですよね。特に理由は言ってないんですけども、スポーツ文化を語る評論家。で、決してスポーツも語る、文化も語るじゃないんですよ。スポーツ文化を。切る方もいらっしゃいますよね。紹介されるときに。スポーツよく言われます。スポーツと文化の間に中黒を入れられたりとかね。それ違うんです。スポーツ文化なんですよって言って。そしたらスポーツ文化とは何かというような話を今日したいんですけれども。なんだその前に文化とは何かっていう話からしたいと思うんですけど。こういう時考えるのって、文化とは何かっていうと考えるときは反対語を考えたらいいんですよね。文化の反対語は一体何かっていうの。わかります小崎さん。小崎さんもう知ってるかな？言っちゃっていいですか？部下ですね。部下ですね。そうです、そうです。だから、文の反対語は部ですよね。要するに文武両道っていう言葉がよくありますけれども、要するに文化の反対は部下。部下っていうのはあんまり使いませんけども、政治で言うなら武断政治というやつですね。それに対して、文の方は文治政治。要するに、武力を使って民を抑えるような、政治をするのを武断政治っていう。それに対して、武力を使わないで、法律とか、要するに話し合いとかで、決める、世の中を治めるのを文治政治というふうに呼ぶっていうのがあって、文化と部下っていうのが、あったわけですね。江戸時代にも文化文政時代なんていう時代がありますけれども、その時には要するに武力のあまり使われない、要するに庶民の自由な、武力でない、文化がっていうのはね、要するに発達したっていうことですね。で、今、思わず文化が発達したって言ってしまいましたけど、これはどういうことかっていうと、これは実は元は、翻訳語なんですね。外国から来た言葉に対して、翻訳する言葉がなかったわけです。というのは、どういう言葉が来たかっていうと、カルチャーですね。明治時代に入ってきたわけですけれども、明治時代にはいろんな言葉が文明開化で諸外国から入ってきて、で、それでいろんな諸外国の言葉を日本語に直したんですよね。だから、ダイエットっていう言葉が国会になったりとか、それから、エコノミーという言葉が経済になった。経済というのはもう中国の経世済民という言葉から取った言葉ですけれども、そういうような言葉をどんどん作っていった。だから、ちょっと話ずれちゃうけども、言っちゃおうかな。ラブっていう言葉もね、日本語にしてどうしたらいいのかって。ラブって、
ね、ラブ、いや、違うんですよ。ラブっていう言葉一番最初に訳された言葉なんか知ってます？ ?I love you。I love you はどう訳されたか。I love you。愛するはないんですよ。めでるしかなかったんですもんね、日本は。これ、愛するって大体そもそも日本語と違うでしょ？違いますもんね。中国語でしょ？チャイニーズ、プロナウンシエーションですよね。音読みですよね、愛っていうのはね。あれは日本語で言うとめでるですよね。めでるですよね。I love you って言葉が日本に入ってきた時に、これは虫明アラムさんがエッセイで書いてきたんだけれども、その中で、私はあなたの力になるっていう。いいでしょ？あれだよ、ラブを力って訳したんですよね。なかなかすごい翻訳ですよね。まあ、それが、定着せずに、私はあなたを愛するになったか、その前に恋するになったのか、それはよくわからないし、日本人なら恋の方がいいんではないかというような感じもしますけれども、それはちょっと横に置いておいて、はい、そんな時にカルチャーって言葉も入ってきたわけです。はい、このカルチャーってこれがわからない言葉で、よく映画を読んでみたら、カルチャーっていうのはなんかこう、実ったものに対して使われていることだっていうことが言われた。だからそのアグリカルチャーなんていうのは、アグリっていうのが土を意味しますから、土から実ったものっていうのは農業っていう風になるんですね。で、カルチャーっていうのはみんなで一緒に実らせたもの、それが要するに作り上げたもの、それがカルチャーであるという風に言われてきた。それを日本で文化って訳しちゃうわけですね。だから文化っていう風に翻訳してしまうと、どうしてもこう上からね、こう、なんか役所からとか、政治の方から、こう、やるニュアンスがちょっとで入ってしまう。だから、その後いろいろスポーツが入ってきたときに、スポーツをみんなで作り上げようというよりも、スポーツを文化として上から作られるようなニュアンスが強くなってしまったっていうような感じも私はしているんですね。だからみんなで何かを作ろうというんじゃなくって、学校で作ってもらうとか、社会で作ってもらうとか、それから国に作ってもらうっていうようなものが文化であるっていうようなニュアンスが強くなってしまった。これをひっくり返して、みんなで作ろうじゃないかっていうのを初めて言い出したのが J リーグですね。だから、プロ野球なんかは、企業が持つのが当たり前だっていうようなニュアンスがずっと続いていた中に、1993年に J リーグが生まれた時に、川淵三郎というそのチェアマンが、要するに、地方自治体と企業と、それとサポーターが三位一体となって作り上げる。要するにみんなで作る。これがカルチャーになっていく。そっから生まれるのがサッカーカルチャーだっていうものになるわけですね。ですからそこで今野球のカルチャー、野球文化っていうものが果たして日本の中にあるのかどうかっていうのは、これがすごい私は疑問だし、これからやっぱり訂正していかないといけないなっていうふうに思ってるんだけど、日本でプロ野球が生まれた時、この時にやっぱり野球とかそういうスポーツはみんなで作るもんだっていう意識が日本人にもあったみたいね。あったことにはあった。だから、その野球チームを独占してはいけないっていう意見が強かった。だから、公共企業がチームを持ちましょうっていうことになったんよね。だから公共企業でないとダメだ。公共企業でなんだって。鉄道だ。映画だ。それから新聞社だって。公共、要するにパブリックな公の企業だから、そういうものを持とうということだったんだけれども、1969年に初めてロッテオリオンズが生まれるとき、これ今ではもうみんな忘れられてるんだけど、結構大問題になって、私企業が持ったら自分勝手なことするんじゃないかと。金儲けばっかりに野球を使うんじゃないかと。そんな企業が入ってきていいのかっていうようなことが結構話題になったんですよ。
これは私はもともと新聞社もいや、それはこれから話するんや。それはこれから話しなあかんやけどね。そうですね。失礼しました。はい。どうぞ。もともと新聞社はほな公共企業なのかって話なんだけど、その後でロッテが入ってくる前にはい太陽漁業が入ったんですよね。太陽ホイールズ。これはでもあれを、クジラを取るために、その時のクジラを取るってのはほとんど国策事業だったというので、反工業企業だってなった。ところが、新聞社っていうのは完全にもうこんなものは社会の朴託であるっていうことが建前としては正しかったわけですよね。でも最近ものすごくよくわかりましたよね。富士山系グループが実は不動産屋だったっていうのがもう完璧に分かったわけでしょ。ほぼ新聞社もほぼ不動産屋ですしね。いやだからその通りなんですよね。もう旅行会社もあるしね、不動産もあるしね、それからなんかいろんなグッズ販売の方が多いとかね、はい、いうとこもあって、それの一部として、スポーツもやってます、みたいなところがあるわけですね。これと大喧嘩をして、要するにカルチャーを作ったっていうのが J リーグで、その J リーグを作ったのをモデルにして B リーグもできたわけですね。ほな野球もそれにしたらいいやないかっていう時に、この所有者、ねえ、御三家、鉄道はもうほとんどなくなりましたね。あれ、鉄道まだ残ってる？阪神タイガースが残ってますね。阪神阪急がありますよ。阪神阪急は2つに合併しちゃったんですね。合併しちゃいましたね。でも素晴らしいですね。阪神タイガースって昔言ってた時には阪神電鉄って39キロしかなかったんですよね。近鉄がだいたい500キロぐらいあったのに。もう。だから最初にね、球団作る時に、呼ばれた順番はかなり下の方だったらしいですね。かなり下の方だったんだけど、実は甲子園球場というのを持ってたっていうね、プロ野球。あれが大きかってね、おまけに、阪神電鉄の息子さんが、ボストンに留学していた時に、帰ってきて球場作れって言われて、それで、球場を作るなら、ボストンのレッドソックスのような球場を作るんだと思って、甲子園の設計始めたんですよね。ほんで、それではもうこんなでっかいものを作っていいのかっていうところで工事途中でやめて、なんていう野球やったんですよ。工事の途中に本当に野球がこんな広いところでできるのかっていうような。そんなこともあって、甲子園球場が、当時の中等学校野球のために作られたものを持っていたから声がかかって、阪神タイガースっていうのは、プロでも生まれたと。職業野球でも生まれたっていうことだったんだけどね。それはさておいて、はい、要するに公共企業と呼ばれている団体が公共のスポーツを持つというようなことで、ここまで来てしまった。で、実は公共企業と言われている人が、公共の活動をするよりも私企業のようなことをしているということも分かってきたと。さあ、その中で、このまま、スポーツ文化というふうに野球ができるのかどうか。アメリカに、選手をどんどん取られただけでいいのかどうかっていうのは、これが問題にならないところが面白いですね。なぜ問題にならないのかって。こんなに、いい選手ね、どんどん取られていいのかって。実はね、私最近、この本をね、全部読み直しまして、はい、スポーツマン金太郎。いいですね。これもう最高に好きなね、これ、おとぎ村から出てきた金太郎とね、そうか、桃太郎がね、こう、大活躍するっていうんだけど、これ4巻で終わるんですけれども、最後にこう、二人はアメリカ大リーグに行かなかったのかっていう時に、それは行かないよっていうのをね、タクシーのうんちゃんが言うんですよ。で、なぜ行かないのかって、だって日本のプロ野球の司法だもんって、宝だからって言うんですよね。ほんでは大谷、翔平さんは日本の宝ではなかったみたいで、ね、だったらアメリカの宝かっていうと、どう言っていいんだろうっていうような中で、だったら日本の野球っていうのは、どういう立場にあるのっていうのが、よくわからなくなってきた。
っていう中で、うんだったら日本のスポーツ文化っていう、要するにカルチャーとしての野球カルチャーっていうのはどうなってんの今っていうことになっちゃうね。全部いい選手どんどんアメリカに行っても全然みんな平気になって。まあ、佐々木朗希みたいにね、そう。もう若くしてポスティングで行ってしまうっていう。日本がなんかね、アメリカの51番目の州になるのかっていうようなことになんとかどうかを、ジャーナリズムが言い始めた。言い始めてはいないね。言い始めてはいないけれども、それを黙認しているかな。だから私が玉木のスポーツジャーナリズムっていうのを始めたんだけれども、ジャーナリズムがなくなっちゃったから。でも、そろそろこのあたりでカルチャーっていうものを本当に考えてほしいなっていう時に、まずカルチャーとは何か。それを文化と呼んでいる日本人が文化をどう捉えているかっていうのを分かった上で、みんなでスポーツ文化を育てましょうということを、声をまず作りたいですよね。そこからですね。こういう野球ですけど、この観客動員数が過去最高だっていうのが、どう捉えるかですよね。素晴らしいことですね。みんな暇なんでしょうね。ただね、これはこの番組にもよく出ていただいた小林信也さんが言っていたのがやっぱり印象深いですね。昔は、野球場に人が集まっていたら、その周りにもっと広がった野球の人口があるのを意識していた。意識できた。ところが、今は野球場に集まっている人からどれだけ外に広がっているかっていうと、あまり意識できないっていうことですよね。ないですよね。ないっていうかね。大谷の真似をして、ね、道端で野球してる子供なんて見ませんよね。ないですもんね。私も太鼓ベースよくやりましたからね。太鼓ベースというのはテイクワンベースのことです。そんな草野球もなくなったっていうところが問題ですけれども、ここでこそジャーナリズムっていうものが発揮されて、日本のスポーツをどうしたらいいのかっていうのをはっきり打ち出してほしいですね。それは山本先生も言ってらっしゃいましたよね。その伝える側の問題が大きいというのは。私はそれを50年伝えてもう疲れましたけどね。もう少し伝えますから皆さん支持してください。よろしくお願いします。はい。といったところでよろしいでしょうか。はい。ということで、スポーツ文化の話でした、今日は。はい。皆さんありがとうございました。次回の配信も楽しみにしていてください。それでは皆さん、次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。